AI と話してて、あれなんか話が噛み合わないなぁ、みたいなことありません？今日はですね、そのモヤモヤをすっきりさせるとっておきの対話術を解説していきますね。そうそう、何かお願いしたのに全然違う答えが返ってきちゃって、なんでってなっちゃうことありますよね。まるでお互い違う言葉で話してるみたいなあの感じ。でもですね、もしその問題って AI じゃなくて、こっちの私たちの指示の出し方にあったとしたらどう思います？実は、ほんのちょっとしたコツで AI ってもう何倍も賢くなるんですよ。はい、じゃあ早速本題行きましょうか。今回は多くの人がついついやってしまっている AI への指示の出し方のミス。これをカウントダウン形式で見ていきたいと思います。もちろん、どうすればいいのか、その解決策もセットでお届けしますよ。さあ、まずは第4位から。これはね、本当に多くの人が無意識にやっちゃってることかもしれません。人と話す感覚で、あ、昨日のあれ、続きお願い、みたいなこと言っちゃってませんか？ついね、AI は前の会話を全部覚えてるって思っちゃいがちなんですけど、実は違うんですよね。ほら、AI 自身も言ってますけど、履歴がないとどこから始めたらいいかわかんないって。そう、AI って基本的に短期記憶なんですよ。一度に覚えられる情報にはね、やっぱり限界があるんです。だから何時間も前、ましてや何日も前の会話なんて覚えてるとは限らない。履歴がなければ AI にとっては初めましての状態なんですね。じゃあどうすればいいか、ポイントはここに書いてある3つ。まず、前回はここまで話したよねって簡単にまとめてあげる。で、じゃあここからお願いってスタート地点をはっきりさせてあげる。そう、履歴は残ってないかもっていう前提で接してあげる。この一手間が大事なんです。さて、どんどん行きましょう。続いて、第3位。これはね、良かれと思ってやったことが逆に裏目に出ちゃうっていうあるあるなパターンかもしれません。これ調べて、あれまとめて、あ、ついでにこれもやっといて、みたいに、一回のお願いに、あれもこれも詰め込んじゃうことありますよね。急いでる時とかついやっちゃうんですけど、これ実は AI をすごく困らせてるんです。これ、AI の気持ちがよくわかりますよね。CPU が泣いちゃうって。まあ、これ人間だって同じじゃないですか。一度にあれもこれもって言われたら、どれからってなっちゃいますよね。AI も同じで、優先順位がわかんなくなって、結局パフォーマンスが落ちちゃうんです。じゃあどうするか。答えはすごくシンプル。お願いは1回に1つずつ。複雑なことならちゃんと分解して1個ずつ頼んであげる。これがね、結局一番早くて正確な結果につながるんですよ。急がば回れですね。さあ、いよいよトップ2です。この第2位、めちゃくちゃ大事なのに意外とみんな見逃しがちなんですよ。これは必見です。僕たちってつい前提条件を話し忘れるんですよね。いわゆる 5W1H みたいな背景の情報。自分の中ではもう当たり前すぎて言う必要ないって思ってることでも AI にとってはそれがないと何も始まらないんです。まさにこの言葉、文脈の迷子。AI の状態、これ以上ないくらい的確に表してますよね。背景がわからないと AI はもう想像で補うしかない。そうなると、やっぱりトンチンカンな答えが返ってきちゃうわけです。だから、何かをお願いする前に、まず背景とか目的をちゃんと伝える。これって AI に旅をさせる前に地図を渡してあげるのと全く同じ。地図さえあれば AI は迷わずゴールまでたどり着けるんです。さてお待たせしました。栄えある第1位の発表です。AI のポテンシャルを100%、いや200%引き出すために、これだけは絶対にやっちゃいけないこと。それは一体何だと思いますか？答えは、目的を伝えないこと。そう、目的の欠如です。AI が何をすればいいかはわかるけど、なぜそれをやるのかが全然わからない状態。これって単なる指示の仕方のミスっていうレベルじゃなくて、AI との関係性そのものに関わるすっごく根本的な問題なんです。チャット GTT 自身も言ってますよね。ゴールを伝えることが全ての出発点ですって。これすごく深くないですか？目的を伝えるのって、ただあったら便利レベルの話じゃなくて、いい結果を出すためのまさに土台なんです。
AI になぜこれをやるのかを教えてあげる。そうするだけで AI は単なる便利な道具から一緒に考えてくれるクリエイティブなパートナーに進化するんです。やり方だけじゃなくて、あなたのこうしたいっていう思いを伝えてあげてください。この例見てください。すごくわかりやすいですよね。このデータを分析してだけだと、普通の要約が出てくる。でも、マーケティングのコストを削減するために分析してって目的を足すだけで、AI は単なるツールじゃなく協力者になって、具体的なアクションにつながる洞察をくれるようになる。この差はめちゃくちゃ大きいですよ。もう AI を単なる命令を聞く部下みたいに扱うのはやめましょう。そうじゃなくて、同じゴールを目指すチームメイト、パートナーとして付き合っていく。AI にはあなたの最高の相棒になるポテンシャルが間違いなくありますから。さて、ここまで聞いてくださったあなた、次に AI に話しかけるとき、どんな風に質問を変えてみますか？ほんのちょっと伝え方を変えるだけ、それだけで今まで見たことのないようなすごい答えが返ってくるかもしれませんよ。